皆様、こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年12月15日日曜日です。今回はお知らせしたいことがいくつかありますので、順番にお話をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。まず最初はですね、1点目は、こちらのサムネイルで、以前動画を見ていただいた方も多いと思いますけれども、私が抗がん剤で髪の毛が全くなくなって、その後生えてきた髪の毛がくるんくるんで、これを何とかしたいんですということで、こういった櫛とかこういったシャンプーに入れる溶剤で、髪の毛がストレートになりますよっていう宣伝を見て購入したものを2週間試しますから、その結果見てくださいねって、以前出したんですけれども、それが今日になります。で、今この状態は撮影する直前にシャワーを浴びて髪の毛を洗って、大きなドライヤーでブワーッとこう乾かしただけです。決してコテとかくるくるドライヤーとかを使ったわけではなくて、もうこういう形で乾かした状態になります。で、こちらの写真12月3日と本日の写真を出してありますけれども、いかがでしょうか。サイドとか後ろとかいかがですか。私的には耳より上に関してはだいぶストレートになったんではないかなというふうに思っています。ただこの襟足ですね、襟足具合は、くるんくるんが全然取れてないかなというふうには思っています。これなんとかしたいんですけどね。ただ一点、視聴者の方から連絡があって、私も同じように、抗がん剤の後生えてきた髪の毛がくるんくるんでした。でもカットをしていくとまっすぐに戻りましたよ。だからいろいろ試さなくても時期が来たらまっすぐに戻りますよっていうふうに、連絡がありまして、内心ほっとしています。この状態を何とかしたいのは変わりないんですけれどもね、よくよく考えてみると、抗がん剤っていうのは体にまんべんなく行き渡っているので、頭皮にもやっぱり影響があると思うんですね。なのでその影響が出て残っている最初の髪の毛はどうしてもこうくるんくるんになってしまうのかもしれないなと。これを、切っていくうちにどんどん頭皮もですね、再生してくるわけですから、そうしてくると、抗がん剤の力も抜けていって、髪の毛がまっすぐ今まで通りになっていくのかもしれないですよね。なんでそれに期待したいと思います。なので同じような悩みでこういうものを使ってみたいと思われる方は各自のご判断でお願いいたします。私的にはそれほど効果はなかったかな、ちょっとあったかなぐらいです。こんな感じです。そして2点目は、夏ぐらいから、めまいがひどくて、でメニエール病と診断されて、このような、まずいお薬をずっと飲み続けていました。でだんだん徐々に減らしていって、先週の金曜日12月13日の金曜日にこの治療を一旦やめることができました。これはとっても嬉しいです。ただ先生から、メニエール病になるのはストレス、寝不足、疲れ、この3つを気をつけないとまたなるからねというふうに言われたんですね。ただストレス、疲れ、めまい、寝不足っていうのは現代皆さんいかがですか。みんな感じていることだと思うんですね。だから誰もがなりうることであるので、私だけではないと思いますけれども、皆さんもぜひ注意してこういった薬のお世話にならないようにしたいですよね。私も頑張りたいと思っています。それからですね、昨日12月14日の日に、3年半ほど前にやった両足の股関節の、定期検診に行ってきました。こちらがその写真になります。先生からは、全く問題なく、股関節の状態、可動範囲も問題ないし、骨のつきも問題ない。この素材的には20年ぐらいは持つはずだから、80歳を超えた頃
もし不具合があったら置換し直さなければいけないかもしれないけれども、もう運動しても全く問題ないし普通に使って大丈夫だよというふうにお墨付きをもらってきました。これはとっても嬉しかったです。そしてその際にですね、こちらに今出していますけれども、私の YouTube もう3年半ほど前に出した YouTube で、それを見て、で同じ病院で、治療されて手術をされて治療された方が、私に会いに来てくださったんですね。定期検診でもしいらっしゃるなら会いたいですって言って、連絡をいただいて会ったシーンがこちらになります。でこの方からもう会いたかったんです、直美さんの動画に励まされましたって言っていただいた瞬間、ああ私 YouTube やっててよかったな、私の YouTube っていうのは私の日々の生活、ナオミライフですから日々の生活を載せているわけです。それを役立った、元気づけられましたって言われた瞬間はとても嬉しかったです。初めましての方でしたけれども、今までコメントでやり取りしていましたので、昔から知っている友達と同じような感覚で、痛みがなくなった喜びを分かち合うことができました。本当こういった出会いも素晴らしいな、よかったなって思います。感謝しています。そして病院を出て、高速道路のサービスエリアでまた偶然の出会いがありまして、これはもともとキャンピングカーイベントでよくお会いするスタッフの方なんですけれども、その方親子さんと偶然お会いすることができました。私がキャンピングカー乗っていて、私のキャンピングカーだって分かってわざわざ声をかけてくださったんですね。でそれで、30分ぐらいかな、寒い中でしたけれども、もう偶然すぎて嬉しすぎて喋りに夢中になって写真もなかったんですけれども、とてもパワーをいただいて楽しいひとときを過ごすことができました。これもすごく嬉しかったです。その後ですね、視聴者の方が、前々から、会いたいですって言ってくださってコメントをいただいていた方と会う機会がありました。でその方にもですね、こちら写真出してありますけれども、寒い中でしたけれども1時間ほど、外で立ち話をしたんですが、その方にも、直美さんの YouTube を見てキャンピングカー欲しいな、買おうって決めたんですよっていうふうに、言っていただくことができて、もうそれもまたすごく嬉しく思いました。それだけではなくてたくさんお土産までいただいてしまって本当に感謝です。こういった形で、私が YouTube を上げたことで、いろんな方とつながることができて、そして、良かったです、励まされましたとか、購入するきっかけになりましたっていうふうに言っていただけたことがとても嬉しかったです。感謝しています。こちらこそありがとうございました。そして最後になりますが、明日から入院をして明後日手術が控えています。その内容にちょっとだけ触れたいと思います。以前から私ずっと杖をついているシーンを動画で流していますけれども、それは左の足の外側の半月板が損傷してなくなっていて、軟骨もなくなっているという状態ですので、骨がむき出し状態なんですね。なので、X 脚になってしまって、それが原因で X 脚になってしまって、右の膝と左の膝がぶつかってしまうことによって、転倒する危険性もありますし、もちろん、軟骨がないので痛みもあります。ということで、11月に内視鏡の手術をして中の様子を見ていただいたんですけれども、今の状態だったらば人工関節にしなくても自分の骨を温存することができるけど、それはとても大変な手術なんだけどやりますかっていうふうに言われたので、それを決断したわけですが、私の場合は今こちらに出ているように、X 脚なので大腿骨をカットする、太ももの方ですね、大腿骨の方をカットする。でそれも、ここ、図で表しますけれども4度分カットして、カットしたところを抜いて、そしてそれをくっつけるというような手術になります。でその装具が今先生見せてくださってると思うんですけど、こういうような装具をつけて、
1年後に、この装具を取り除くという、手術になります。で基本的には、骨折をされたことがある方がいたらわかると思いますけれども、骨がつくまでは結構時間がかかるんですよね。で3ヶ月から4ヶ月ぐらいはかかるかなというふうに先生に言われました。ただ通常ですね、通常3ヶ月から4ヶ月でも私の場合は、抗がん剤後なので骨のつきが悪い可能性があるということで、半年ぐらい見た方がいいかもしれないと言われましたが、その間はちょっと不自由な松葉杖生活や杖の生活になりますけれども、骨がついた後は通常の人と同じような生活ができる、膝の曲げ伸ばしも、走ることも歩くことも運動することもできるように基本的にはなりますよというふうに言われたので、手術を決意して、あさって受けるわけです。で手術自体は約1時間ほどでできるということなんですね。それもちょっとびっくりしました。骨をですね、太ももの大腿骨の骨を1時間でカットしてつなげるっていう手術ができるということもすごく驚いたんですけれども、その後の方がとても大変だというふうに先生に言われました。約ですね2週間ぐらいで傷が治って抜歯が終わったらリハビリの専門病院に転院をして1日3時間のトレーニングをするそうです。通常皆さんが普通の生活をしていて1時間毎日1時間2時間3時間トレーニングをするって考えたらいかがでしょうか。私の場合も足が動かなくて痛みがとても強いらしいんですが、その中での1日3時間のトレーニングが必要と言われて、最初はびっくりしましたけれども、それによって自分が望む体になれるんだったら私は頑張りたいなというふうに思いましたので、即決した次第です。ですから、年末年始大掃除もできないしおせちも作れないし、夫には本当に不自由な生活をさせてしまうとは思いますけれども、即決してしまって手術をすることにしました。これができるということもありがたいことだと思います。そして、終わった後もですね、ある程度不自由な生活があります、松葉杖の生活がありますけれども、夫に協力してもらっていろんなところにまた遊びに行きたいなというふうに思っています。そして、楽しく日々生活したいと思っております。こんなところです。報告することはこんな感じかなと思います。また明日から、撮影を、当分できませんけれども、夫が面会に来た時に私の状態を少しでもお知らせできたらなというふうに思っておりますし、九州動画が今ちょっと滞っておりまして、そちらの方も、随時上げていきたいと思っておりますので、年末年始お忙しい中だとは思いますけれども、ちょっとした時間にご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そうだ、忘れてた。今こちらに出しますね。昨日、クリスマス会にちょっとだけ参加したんです。で、私が手術前なので、一緒に食事はできませんでしたけれども、記念撮影だけちょっと行ってきました。で、私が来るということでみんな急いで、映してはいけないということで何かあってはいけないということでマスクをしてくださって撮影した、クリスマスの写真がこちらになります。こちらでもすごくパワーをたくさんいただいてきましたので、明日からの入院にもしっかりと力をもらいましたので、嬉しい瞬間でもありました。ありがとうございます。こんな感じです。ごめんなさいね、途中で。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。